皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。主な話題としては3つ。まず第1に、つい先日、ロシアの第51交渉、大規模な弾薬庫で大きな爆発が発生しました。このことについては以前の動画でお伝えしたので、では、その爆発の結果どのようなことになったのか、そして被害規模がどの程度であったかを確認しましょう。次に、ロシアの財政状況について、戦争の長期化に伴ってロシアはこれまで蓄えてきたものをかなり放出しています。ソ連時代に築き上げてきた戦車や装甲車をはじめとした兵器類の保管を吐き出していますし、また資源大国として石油や天然ガスによって得た富を基金として積み立ててきました。しかし戦争の長期化によってその富の吐き出しもどんどんと進んでいます。このあたりの状況についても確認しておきましょう。そして最後にトランプ大統領の動向を見ておきます。まずはロシア第51交渉の爆発の様子から見ておきます。大規模な爆発が起き、それ以後においても誘爆が連続的に発生したことから弾薬庫はかなりの被害を被ったものとみられています。弾薬庫の位置はロシア・モスクワ国境からかなり離れた場所であり、首都モスクワよりもさらに遠い場所でした。当初はウクライナ軍の攻撃か、それともロシア側の何らかの作業ミスかといった具合にして情報が錯綜していました。現在ではウクライナ軍の攻撃ではなく、ロシア兵の何らかの管理不手際を原因とした爆発が発生したものとみられています。弾薬庫に集積されていたのは、大型の地対空ミサイルや弾道ミサイル、多連装ロケット用のロケット弾、砲弾、小銃用の弾、様々な弾薬類が集積されていたとのことです。その量については、正確な値については公表されていませんが、最大で30万トン近くの弾薬類がここにあった可能性が指摘されています。被害の規模を確認するため、爆発が発生する前の衛星写真を見ておきましょう。白い屋根の長方形の建物がそれぞれの弾薬庫だと見られます。そしてこちらが爆発が起こった以後の衛星写真。写真中央部のところを見てほしいのですが、白い屋根がすっかりなくなっています。これらについては完全に爆発して吹っ飛んだものと見られています。爆発前の写真を元にして吹き飛んだと思われる建物については赤く印が付けられています。この情報については、オシントと呼ばれる公開情報を元にした分析している人たちの発表したものを引用しています。この情報を元にして考えれば、最大30万トンの弾薬類のうち、確実に半分以上のものについては消失したものとみられます。なお、ロシア側はこの爆発に伴って犠牲者は出ていないかのような話をしていますが、かなり信憑性は疑わしいものです。続いて、ロシアの国家財政についての話題。モスクワタイムズより、もっと謙虚にならなきゃね。政府は原材料予算収入の危機に備え始めた。元の文章がロシア語のため、機械翻訳した場合においてちょっとおかしな表現になっていますが、ロシアの国家財政も問題を抱えていることを伝える記事です。ロシア当局は戦争に34兆円以上を費やし、国家福祉基金の積立金の3分の2を使い果たし、原材料収入が2桁減少する中で緊縮財政体制への移行を準備している。ここでの原材料収入というのは、ロシアの石油や天然ガスといったエネルギー源やウランや石炭、その他地下資源類なども含む輸出して外貨を稼いでいる収入のことです。ミハイル・ミシュスチン首相は財務省役員会で変化する状況に備え幅広いシナリオを練り上げ、世界経済の不安定化の脅威に関連する予算リスクの防止に特に注意を払う必要があると述べた。シルアノフ財務大臣は、こうしたリスクの主なものは貿易戦争による経済の輸出収入の減少だと指摘。国家福祉基金の充当と支出に関する予算規則は、ロシア産ウラル産原油の価格が1ヶ月間60ドルを下回り、一時は50ドルを下回った原油市場の不都合なシナリオに備えて準備する必要があるという、新たな現実に合わせて経費を調整する必要があると財務大臣は語った。私たちは欲望をもっと控えめにしなくてはならない。トランプ大統領の関税政策は世界経済の後退懸念を高めています。それに加えて、OPEC プラスの生産増加の影響を受けた原油価格の下落により、2月と3月の予算では、石油とガスの収入がすでに 17% 減少している。ロイター通信によると、4月には減少率が前年比 22% に悪化。財務省は国家福祉基金からの通貨売却を毎日実施し、不足分を補填し始めた。地下資源が豊富なロシアですが、だからといって採算ラインというものは当然あります。
今のロシアは大口の購入客である中国からは買い叩かれている状況で、決して大きな利益を得ることができません。ただ、とにかく量を売り込むことによって総額をなんとか稼いでいる状態なので、油の価格が下がるというのはそれだけ利益の減少幅も大きく、国家財政を揺るがすものとなってしまいます。これは今すぐ国家予算がなくなるというわけではないものの、少なくとも戦争の長期化に伴って確実に余力が奪われていることは見逃してはいけません。このような背後で起こっている動きというのを無視すると、あたかもロシアが永遠に戦い続けられるかのような間違った認識を持ってしまいます。そして関連記事としてロイター通信は以下のような話をしています。ロシアの代表的な油種であるウラル原油の価格については、ロシア経済省は1バレル56ドルと予想。2025年度予算の前提は69.7 ドルだった。当初予想の価格よりはるかに低い値段での取引を強いられています。ウラル原油の価格は国家予算にとって極めて重要です。石油ガス収入はロシアの歳入全体の3分の1を占めています。まさにロシアにとっての命綱というわけです。それでは次の話題。ロシア軍による一般市民に対する攻撃は延々と続いています。その中でもつい先日起きたのはウクライナ首都キーウに対する大規模な複合攻撃でした。この攻撃による死者は12名、負傷者90名に達しました。攻撃を受けたのは軍の施設やもしくはウクライナ軍の兵士たちではありません。首都キーウの集合住宅に住む一般市民が犠牲になりました。こちらが救助隊の活動の様子です。こうした攻撃はロシアが特にこれといって平和を望んでいないことをよく示すものだと言えるでしょう。ウクライナの首都キーウを狙った大規模攻撃はトランプ大統領も関心を寄せました。そのことを伝える記事がこちら。トランプ氏、プーチン氏にやめろ。キーウ攻撃受け。トランプ大統領はロシアが同日ウクライナの首都キーウを攻撃したことに不快感を示し、ロシアのプーチン大統領を名指しして攻撃をやめるよう求めた。トランプ氏は自身の SNS にキーウへのロシアの攻撃には不満だ。不要でタイミングが非常に悪い。ウラジーミル、やめろ。週に5000人の兵士が死んでいる。和平合意を成立させようと書き込んだ。アメリカはウクライナとロシアに提案した和平案に、ロシアが2014年に一方的に併合したウクライナのクリミア半島の支配権をロシアに譲ることを盛り込んでいる。トランプ氏はウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカの和平案に同意しないことで戦争を長引かせていると非難していた。トランプ氏はこれまでゼレンスキー氏を繰り返し貶めており、23日にはプーチン氏よりもゼレンスキー氏との交渉の方がこれまでのところ難しいと語っていた。ロシアによる24日の攻撃はキーウを標的としたものとしては過去9ヶ月で死傷者が最も多いものとなった。ゼレンスキー氏は今回のロシアの攻撃はアメリカの和平案をめぐってアメリカに圧力をかけるのが狙いだとの見方を示した。トランプ大統領はプーチン氏に対してウラジーミルとファーストネームを使って二人の間の親密さから言ってもっと私の意見を聞くべきだというような意向を表明しました。では、トランプ大統領の発言後、プーチン氏が攻撃をやめたかといえば、攻撃はやめませんでした。トランプ大統領の発言以後におけるロシア軍の攻撃として、ドニプロ、ペトロプスカ州、パブロブグラードという町に対する攻撃が実施され、またしても軍事施設でもなく、ウクライナ軍の兵士にでもなく、一般市民を狙った攻撃が行われました。ロシア軍の使う大型のドローンシャヘドによる攻撃で3名が亡くなりました。うち1人は子供、9人が病院に搬送されました。このようにトランプ大統領の発言はプーチン大統領に影響を及ぼすことができていません。しかしトランプ大統領はあくまでもロシアに寄り添い続けます。そのことがわかる発言を伝える記事がこちら。トランプ氏、ロシアはかなり大きな譲歩。ウクライナの全土は奪わずと強調。トランプ大統領は、ロシアがウクライナとの和平交渉において相当の譲歩を提示したとの認識を明らかにした。国全体を奪取はしないというのが譲歩の内容だとした。ロシアが和平交渉で何を提案しているのかという記者の質問に対し、トランプ氏は戦争の停止だと答えた。続いて、国全体を奪取しないというのはかなり大きな譲歩だと付け加えた。さらに、現状の和平交渉についての評価は思ったほどうまくいっていないことを述べています。ウクライナ戦争の終結想定より困難。トランプ氏が非公式に認める。就任100日目を5日後に控え、また、ウクライナでの紛争の解決に向けて、自ら設定した期限から93日が経過した今、トランプ大統領は、
ロシアとウクライナの和平交渉がこれまでのところ成果を上げていないことに苛立ちを募らせている。協議に詳しい関係筋が語ったところによると、和平交渉の仲介は想定していた以上に困難だと顧問たちに非公式に伝えたという。トランプ大統領は就任100日の記念日までに和平合意を成立させたいと側近に伝えており、合意をほぼ確実に得られると確信していた。まさにその矢先にウクライナの首都キーウに対するロシア軍の攻撃が起きている。昨夜の出来事は気に入らなかったとトランプ氏は記者団に語った。和平交渉の最中だったのにミサイルが発射された。納得できる話ではなかった。トランプ大統領は怒りの矛先を主にウクライナにこれまで向けてきたが、この時は珍しくロシアへの批判を口にした。プーチン氏がウクライナへの爆撃を続けた場合どうするかと問われると、トランプ氏はこう答えた。その質問には1週間後に答えようと思う。合意できるかどうか見極めたい。今答える必要はないが、現状に満足はできないだろう。ひとまずはそう言っておこう。なお、トランプ大統領は和平合意がもうちょっとで成立するかのような話もしていましたが、現状ではそのような話とは真逆の交渉も行われているようです。アメリカ、ウクライナの軍隊保有を認めるようロシアに要求へ。アメリカはロシアに対し、ウクライナが独自の軍隊と防衛産業を持つ権利を認めるようロシアに求める方針だとブルームバーグが報じています。このアメリカからの要求は十分な装備と人員を持つ軍隊の保有をウクライナに認めるのはプーチン氏にとって戦争の主要な目的の一つであるウクライナの非軍事化を放棄することを意味する。これはトランプ政権がロシア側からも一定の情報を引き出そうとしている姿勢の表れだ。まず最初に取り上げたのは、第51交渉弾薬庫の大爆発のその後についてでした。収蔵されていた弾薬類などの被害については、15万トン以上の物資が失われたものと想定されます。これがウクライナ軍の攻撃ではなくロシア軍の不手際による損失であるというならば、これはウクライナにとって非常に喜ばしいことでしょう。そして、このような事故を起こした原因というのが結局のところ、戦争の長期化に伴って後方の人員の劣化といったものも考えられます。軍歴の長いものについては、どんどんと戦場やその戦場付近における人員として配置され、後方地における人の配置は以前よりもずっと不慣れな人間などが少ない人数で対応していた可能性があります。一般的には、ベテランの作業担当者であれば、施設全体のうち半分以上が吹っ飛ぶような大事故を引き起こす可能性というのは少ないものです。一体何をどうしたらこんな大事故を起こせるのかということを考えると、そもそもベテランじゃない人たちが担当していたんじゃないかなと予想できるわけです。そして二つ目ご紹介したのは、ロシアの財政当局が決して盤石ではないことを示すものです。こうした変化についてはなかなか多くの人が関心を持たないものです。例えば私は戦争の長期化に伴ってロシアがソ連時代の遺産を食い潰しているといった話を以前から行っています。ソ連時代にアメリカもしくはヨーロッパ全体と戦うこともある程度想定してソ連は軍備拡張を続けてきました。しかし、ソ連崩壊以後のロシアはそのような巨大な遺産を整備し続けることは不可能であり、多くの兵器類が保管状態で眠ることとなりました。そして現代になって、それらソ連の遺産を再生することによって戦場での兵器類を支えるといったことを行ってきました。戦車や装甲車、様々な軍用車両の総数として2万両以上が戦場で破壊、そして失われていきました。それはまさにソ連の遺産をひたすら再生し前線に投入してきた結果です。決してロシアが今の生産能力を持ってその2万両の戦車や装甲車、軍用車両を新しく作ったわけではなかったのです。それと同様にしてお金の面で言っても、これまでの積み上げてきたものをどんどんと浪費し続けています。ソ連崩壊以後ロシアは石油価格の上昇に伴って国家財政が安定し、そのお金を元手にしてさらに天然資源開発などを進めていきました。ヨーロッパにおいてはドイツのメルケル政権がそうしたロシアからの資源輸出を大いに手助けし、巨額の富をロシアにもたらしました。そのお金をプーチン大統領は積み立てして非常資金として活用してきたわけです。しかしそれらについても34兆円が失われ、現在のような戦争がさらに長期化する場合においては、お金は減り続ける一方であり、経済閣僚らは苦心しているわけです。このような内側の話については確実にダメージが入っており、
だからこそ粘って戦い続けることの意味があるわけです。必ず戦争の長期化に伴って変化が起こるものです。その変化は決して一朝一夕で起こるものではなく、年月の経過という非常に長いスパンで物事を見る必要が出てきます。そして最後の話はトランプ大統領とプーチン大統領との外交戦。残念ながらトランプ大統領は話し合いを求めるというんだから、プーチン大統領は聞くはずだというある意味間違った幻想のもとに外交交渉を行ってしまっています。大統領選の際には自分が大統領になれば24時間で片がつけられるといったような、大ボロ吹きになってしまいましたし、その後においてもアメリカの持つ経済力や軍事力を背景として対話を求めれば、プーチン大統領も交渉の席に着くし、その話し合いについてもうまくいくはずだという思い込みがありました。しかし現実においては、のらりくらりと交わされてしまい、物事がうまく進んでいるわけではありません。そもそもプーチン大統領は、ウクライナに対してゼレスキー政権の交代、そして親ロ派大統領の誕生を求めていますし、ウクライナ軍の解体なども同様にして強く求め続けています。もちろん、軍が解体されたらいつでも侵略し、攻め滅ぼすことができるわけなので、実際に戦い続けるよりも、もっと簡単にウクライナを滅ぼすことができます。そのような条件を飲むというのはまさに国家としての降伏を意味するものであり、停戦協議の議題とはなり得ません。しかし改めてアメリカ側からウクライナ軍をこのまま残してほしいとわざわざ交渉し始めるぐらいですから、プーチン大統領がいくら自分たちも戦争を終わらせたいんだよねと言っても、ウクライナを滅ぼすような条件をアメリカだったりウクライナが飲まない限りは話は成立しないわけです。そしてこうやって交渉が長引けば長引くほどアメリカからの軍事支援がなくなっていくわけなので、プーチン大統領の考えているのはトランプ大統領をいかにして怒らせず、そして軍事支援を行わせず、このまま無力化させることを望んでいることでしょう。ロシア国内においても決して安泰な状態ではないわけですが、そのことがわからないトランプ大統領は、とにかく停戦を成立させれば良いということに固執してしまっています。残念ながら今のトランプ政権においては、厳しい内容を進言する人物は、そもそも政権から排除されて、今の路線をなかなか修正できないのでしょう。プーチン大統領がどこかでヘマをして、トランプ大統領がロシアに対する怒りをぶちまけるといったような展開が起きてくれることを願うばかりです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。